切れ味効率よく削ることができる。でも今全然こぼれてなくてできてるからさ。こんにちは。今日は営業の方に3名来てもらったので順番に自己紹介をします。内山です。よろしくお願いします。キスキです。よろしくお願いします。飯塚です。お願いします。今回はセレクト100というブランドがあるんですけど、今だいたい80ぐらいのアイテムがありまして、おすすめの商品を一つずつ選んでもらって使いながら紹介してもらうと。僕ちょっとバイヤーになった気分で話術を聞かせてもらう。アイテムを選んでもらいましょうか。まずは一番使ってるのが、これかな。出た。やっぱそれですね。 T 型ピーラー。使ってる歴が長くて本当に便利だなってなっちゃうと、この調理セット。セットを。なるほど。一番これはちょっと誰も触れてくれなかった釣り用そうやな、確かに。それがすぐすぐ。オッケー。はい、じゃあまず内山さんに来ていただいたんで、T 型ピーラー、こちらをエピソードも踏まえながらちょっと話してもらうんですけど、その前に、内山さんがですね、自宅で使い続けてきたという代物の商品がいくつかあるので、ちょっとこの年季の入り具合を10年以上は使ってると思う。すごいもう黄ばんじゃってますけど。これ買ってこれ来たら多分クレーム来ますね。年季入るぐらい愛用しているってことですね。愛用してるし、一番気に入ってるのがピーラーということで。そうですね。セレクト100の発売の背景を先輩に聞いたことがあって、貝印の商品がすごいたくさんあるけど欲しいものが1個もないっていう厳しい声が昔あった中で、使う人がすごい求めるいい商品を作ろうっていうのが確かきっかけでスタートしたのがセレクト100の開発秘話で。それ知らなかったんですけど、こだわって使いやすいものを作ってこれが生まれたっていうことですね。もう使ってもらったらすごい分かるんですけど、力なくスッススッスこの光沢がすごい出るぐらい食材の繊維をきれいに切れるっていう、このもう切れ味の良さがセレクト100のピーラーのすごいいいところかな。いろいろと研究した結果、斜め10度ぐらいかな、それがすごいスムーズに食材に入り込んで切れるっていうところと、刃先をすごいきれいに刃付けをしているので、切れるっていうところ。ここ実は刃のこのブレード結構普通のピーラーよりも厚くしてて、ここの板の部分が薄いとたわんでしまって均一に皮がむけないんですけど、結構ここの板がすごい分厚くしていてたわまずにしっかりむけるっていうところと、食材のこの皮が裏に結構張り付いて取れなくてすごいストレスを抱える時があるんだけど、セレクト100のピーラーはここにリブ加工っていってちょっと凸凹があるので、刃からこうやって綺麗に離れるように、くっつきにくいですよね。そうくっつきにくいようになってたりとか、女性を中心にいろんな人の手がフィットしやすいように設計されていて、いろんな持ち方をしてもこのくぼみを使って握りやすくなっていたりだとか、細かいところでいくとこの目取りのじゃがいもの目取りなんかはハンドルの板よりもかなり薄くじゃがいもの目取りをつけていて、ここが薄いからすごいじゃがいもの芽を取るときにスッと入るこだわりの薄さになってる。なんかそういう道具の良さっていうのがセレクト100にはすごいあるなと。そうですね。20年ぐらい使ってて、感じる次第でございます。これ僕もちょっと言います。これやっぱ人に渡したりあげたりして喜んでくれなかったこと多分ないですよ。本当に商談で使ってもらったりした場合も含めて、もうほぼ 100% で感動してもらえるんですよ。これよりっていうの見たことないですよね。でもないと思う。他社さんこれ本当ベストですよね。はい、手すきさんのおすすめの道具は調理器セットですね。そうですね。手すきは多分あれよね。今で言うと一番セレクト100売ってるなんですかね。営業もね、多分ね。違う？そうですか。恥ずかしい。恥ずかしいですね。恥ずかしいですけど。多分そうじゃない。本当ですか。それはよかったです。じゃあまずセットは中身が何が入ってるのか。蓋も受け皿に使えるんですけど、この受け皿が要するに2つですね。あとスライサー、千切り、細千切り、おろしプレート。大根おろしとかおろした後に水分をはけさせるためのこのレザーがあります。で、あとこれ勢いよくいっちゃうと指切っちゃったりすると危ないんで、指ガードっていうのを
一緒にセットで使い勝手がいいやつが全部一式まとまってるっていうのがこの調理器セット。これ1個買っていただいても裏にクランクがあるんでボールに引っ掛けたらできるんですけど、極力収納のこともありますのでコンパクトに収納してで洗い物も削減してって考えると、これ全部まとめて使ってもらった方がいいのかな。こういうセットもあるんですけど、結構こいつが肝で、これでとろろやったのに別なきんぴらごぼう作りたいっていう時に2つあるとすごい便利で、それが叶えられるのがこのセットのいいところかな。デザインが邪魔をしないというか、どんなシーンにも落とし込みやすいデザインをしてるので、やっぱセレクト100のファンのお客様ってまとめてこうそれで揃えたいありますし、最近皆さんのキッチンおしゃれだったりするので、ちぐはぐな色味とか形とかよりは統一感を持たせたいっていうユーザーさんの気持ちにも応えられればいいなと思いました。そうだね。でこれおろしは多分皆さんよく使われるのは、大根とかとろろとかそんなものなんですけど、こんな感じですよね。でこのメタテっていってこのギザギザの部分がランダムに設置されてるんですけど、それがゆえにすごく効率よく削ることができるということで、さっきからこうやって力入れずにゴシゴシやってるだけなんですけど、一気に削れてしまうので、目立てが良くないとこう削っても効率悪くてなかなか削れてないとかで、逆に削れる力が強すぎるとこう抵抗が結構強くて硬かったりとかする、結構バランスが大事なんですよね、おろしてね。千切りですね。これも独特のクランク刃って言って行っても戻っても細切りができるっていう。なんでめっちゃ早いよなと。すごいスピードが往復で切れるんで時短になります。我が家はこの千切りとおろしの登場シーンが多くて、小学生の子供2人いるんですけど、野菜がまんま見えてると食べてくれないんで、もう細切りにして鍋に入ってるとか、おろして混ざってると知らないうちに食べてしまうので、ファミリーにも向いてる商品かな。であと時短で食洗機皆さん使われたいと思うので、ちょっと全部食洗機対応なので、そのまんま洗い物も楽ちんにできますし、細千切りっていうのもあるんですけど、これは妻ぐらいの細さにできますので、こっちよりは細かい調理に使っていただくのもおすすめです。じゃあ最後スライサーも。そうですね、スライサーもそんな切ってこれないの？なるべくこうなんか薄く細くしたいんで、子供基準になっちゃうんですけど、大きさ合わせたいってことか。そうですね。なのでちょっとこんな感じにして、サラダに使って、もう本当に切れ味がいいんで、表面がちょっと見えないかもしれないですけど、ピカピカしてますので。確かにこの断面のでかさでこの薄さに切るのは、包丁でもちょっと技術いるもんね。難しいですし、このままなんかこうしていくと、冷やし中華の細切りみたいな。そうめん食べたくなってきたけど。ですか。はい、じゃあ最後3人目飯塚さんです。おすすめがスリムウィスク。はい。一番の特徴は小さいところ、スリムなところで、こういうカップみたいな中で混ぜたい時もこれだとなんかする気も混ざらない。これはちょっとしんどいな。なんですけど、これだったらしっかり混ぜられるので、私2人暮らしなんですけど、大した量を作らないので、鈴木ご飯は。でもう1個が洗いやすいっていうところがあって、ここ先のな、先端のとこワイヤーが集中してるんですけど、そこに大体なんか混ぜたものが手玉になって、多分みんな嫌なんですみんな嫌なんですけど、これ多線っていう下着になってるので、すぐこうやって流すだけで大体の汚れが取れるので、これがめちゃくちゃいいです。この辺とかもこれで言うと結構な、ここたまるけど、これ全然たまらないし密集してないから、そこがいいです。はい。じゃあ実際ホットケーキをですね作ってみましょうか。はい。これもねちょっと余談ですけど、これは新しめの商品なんですけど、もともとある計量カップ、この斜めで見れるやつ、これも便利なんです。このメモリがね、この斜めで見れる。これを使いたいと。これ珍しいなと思って、普通ボールこういうのでやるんですけど、これぐらいのスペースしか使わないので、やりたい。いやでもこれできる？これで無理そう。これでもう無理そうじゃないですか。できたらすごいな。
あでも無理だな。だからちょっと入れながらでいいんだよな。いけます。私は絶対家でやっちゃうんですけど、人様にお見せする姿かどうかっていうところが。でも今全然こぼれてなくてできてるからさ。でもこのスペースで泡立てできたらそれが一番私は好きなんですよ。ボウルを洗うのも面倒だし、シンクに洗い物が溜まるのが大嫌いなんですよ。だからできるだけ小スペースで作業が終わるからいいよね。じゃあ実際洗うシーンやってもらいましょう。この使い終わった容器に同じ感じでお水入れて、中の汚れも私一緒に取りたいのでガシャガシャするんですけど、そうすると大体取れて。ああすげえ。ほんまよ。まだちょっとはついてるけど、今ぐらいの動きでこんだけ取れてたらあとはもう早いよね。最後はこう水でちょっといいね。これは早いな。いいね。洗いやすいね。確かに。嘘ついてなかった。嘘ついてなかった。よかった。はい、ということで今日はセレクト100営業セールストーク交えながら商品ご紹介してきましたけど、ちょっとほんまにどれが優秀賞か決めようかなと思ってたんやけど、ちょっとなんか悩ましすぎて、ちょっとそこにいる2人にちょっと聞いてたんで判定をちょっとしてもらおうかなと。聞いてたよね全部。聞いてます。でどれが一番その刺さったっていうか、今日持って帰って使えるならどれ、忖度なしで。飯塚さんのおー、いいっすか。なんかその内山さんと吉さんがご紹介してくださったやつ、やっぱ社内でもなんかすごいもともと機能性がいいって結構有名で良さ知ってたんで、なんか今回新発見っていう意味でこのなるほどね。洗いやすそうですね。良さが上がってくれるって思いました。新発見っていう意味では、リスクがすごい自分を使ってみたいなと思うのもあるんですけど、なんか正直ピーラーは使ったことがあって、すごい良さは知ってたので大共感っていう感じだったんですけど、調理器はまだ使ったことがなくて。じゃあちょっと1対1で言われたけど、斉藤さんは飯塚のことも言ってたから、優勝は飯塚やな。おめでとう。今度よろしく言ってなかったけど優勝です。じゃあということで、今日はセレクト100の、企画ということで、営業の方交えてお話していきましたけど、僕も正直全外見使ったことないんですよ。だからちょっと社員の皆さんも、使ったことないアイテムもっと使ってみんな知らんかったけど意外といいとこ絶対あると思うんで、こう見てる視聴者の方もなんか興味持ってもらえたらちょっと使って試してもらえたらなと思うので、この動画が面白かったと思った方は、いいね、チャンネル登録、コメントなどお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。